おはようございます。今週も人間をやります。今から散歩行きます。この前足首痛めて走れないんですよね。平日やのにすでにスタバめっちゃ人多いなと思ったら今日祝日なんや。朝はまだそんな暑くなくて外に出るのが気持ちいいですね。激うまチョレギサラダ作ります。これほんまにうまいんで。この水菜ちょっとでかすぎんな。こっちと量が倍以上違うもんな。で洗ってしっかりと水を切って20分以上冷やします。でドレッシングは売ってるやつじゃなくて作ります。これがマジでうまい。油大さじ1でごま油大さじ1で醤油大さじ1、酢が小さじ2で鶏ガラスープの素が小さじ1、ニンニクも小さじ1ですね。であとは胡椒が小さじ4分の1。はい、これでドレッシング完成です。めっちゃうまそうじゃないですか。めっちゃうまいんで。はい、こちら古代エジプトの本買いました。僕海外行った時に遺跡とか行っても全然楽しくないなって思ってたんですよ。でそれはなんでかっていうと勉強してないからなんですよね。全然知らんものを楽しめるわけがないんですよ。エジプトのピラミッドとかはもうインパクトがすごいんでもう勉強なんかせんでも全然楽しめるとは思うんですけど、それ以外のめちゃくちゃ有名じゃないやつとかっていうのはやっぱりね勉強してから見た方が絶対おもろいと思うんですよ。だから結局その観光地を楽しめるかどうかっていうのはもう自分次第なんで、なのでちょっと古代エジプトのね勉強しようかなと思います。というかね、古代エジプトはね僕結構興味あって、きっかけはねやっぱり遊戯王ですね。僕と同世代で遊戯王見てた人やったらほぼみんなエジプト1回ぐらいは行ってみたいなって思ったことあるんじゃないですかね。で僕は小学生の時に遊戯王を見てて初めて海外に興味持ったのがエジプトやったと思います。1年後か2年後か3年後か分かんないんですけどアフリカ大陸は行きたいなと思ってて、エジプトだけじゃなくてもちろん南アフリカとかも行きたいと思ってるんですけど、サファリのサンセットが見てみたくて、でエジプトはルクソールっていうところがかなり有名らしくて、日本でいうと京都みたいな場所ですね。だからそこはねもう遺跡がいっぱいあって、でそういう遺跡を楽しむためにこの本を読んでおきたいと思います。僕はチョレギサラダにニンニクは絶対入れたいんですけど、ニンニクは僕スペイン産のやつが一番好きですね。青森産のやつとか中国産のやつとかも食べることあるんですけど、やっぱスペイン産のやつがね香りが一番好きですね。もちろんどのニンニクを選ぶかっていうのは何の料理を作るかにもよるんですけど、ちなみにスペイン産のニンニクは青森産のやつよりは安いですね。130円ぐらい。ニンニク一番めんどくさいのがこの芯を取る作業なんですよね。簡単に取れるやつだけ取ります。というのはね、ニンニク揚げてると勝手に芯が取れるんですよ。取りやすいやつだけ取って、あとは揚げながら取ると。でかい芯めっちゃ取りにくいねんな。ほらこうやって芯が抜けてくるんですよ。抜けたら回収。芯があるとね焦げやすいらしい。見てください、この野菜の張りめっちゃいい感じ。ほんでここに揚げたニンニクとあと韓国海苔ですね。
海苔なくなってもうた。でドレッシングこれ2回分あるんで1回で使うの僕の場合は大さじ1と大さじ1/2かな。もちろんこれは野菜がどれぐらいの量かによるんで、ただ混ぜた時に野菜がべちょつかんぐらいの量にした方がいいと思います。ドレッシングでべちょつくと美味しくないんですよ、食感が。でこうやって混ぜるからドレッシングの量そんなにいらないんですよね。はい、完成。めっちゃうまそうです。こんだけ量多いともうこれだけでお腹いっぱいになります。やばい、マジでこれうまい。ほんまにね、焼肉屋で食べるチョレギサラダよりうまい。クオリティ高すぎてこれ売れるレベルやな。でニンニク最高。英語の勉強のためにポケモンのアニメを毎日見まくってるんですけど、今見てるシリーズが思ってたよりめっちゃいい。特にポケモンの表情がめっちゃ良くて、おもろい表情もあるし可愛すぎる表情もあるんで一生見とけますね。さあ英単語の勉強するか。I don't know exactly what I want to study at college, but probably something related to new technologies. Colonial. There are still lots of colonial borders in Africa. 今日はサーモンアボカド丼作るんで切るだけです。かなり柔らかい。今刺身醤油切らしてるんでめんつゆでいきます。1日でニンニク丸々1個食べちゃってますね。やばい、これちょっと量多すぎたか。はい、完成しました。先にサラダ食べます。インスタントの味噌汁ですね。しみる。最高っすね。おはようございます。今日はちょっと早めに目が覚めました。ちょうど今朝焼けの時間ですね。ヨガと瞑想したんで散歩します。まだ7時前なんですけど走ってる人がいっぱいいます。久しぶりにここ来たな。いや暑くなってきましたね。29度か。29度でこんな暑いんや。帰ってきました。さあシャワー浴びよう。散歩行く前に飲めばよかった。荷物が届いてました。買ったのはこのライブのチケットですね。ライブは来月なんですけど、アメリカカリフォルニアのこのノープレッシャーっていうポップパンクバンドと、あとニューヨークのレギュレイトっていうハードコアバンドのライブに行きます。どっちもかなり好きですね。あとついでにステッカーも3枚買いました。今回ね、このどっちのバンドも好きなんですけど、ノープレッシャーの方が楽しみかも。というのはこのバンドのボーカルがメインでやってるザ・ストーリー・ソー・ファーっていうバンドがいるんですけど、そのバンド僕めっちゃ好きなんですよ。今年の6月にもね新しいアルバム出してるんですけど、めちゃくちゃいいです。一生聴いてるレベルで毎日聴いてますね。新しいアルバムで一番好きな曲はWatch You Go っていう曲なんですけど、いやマジで最高ですね。その1個前のプラパードーズっていうアルバムも最高です。アメリカではもうめちゃくちゃ人気なんですけど、日本ではまだそこまで知られてなくて、でも多分サマーソニックとかフジロックとか出たら日本でもめちゃくちゃ人気になるんじゃないのかなと思います。多分出えへんと思うけど、いやもう僕ライブ全然行かなくなってたんですけど、去年の秋ぐらいからまたライブ行くようになって、きっかけはやっぱり英語を勉強し始めたことなんですけど、で知らん間にこのバンド日本来てたんやとか結構あって、ちょっと後悔とかしてるんですけど、言うてももうそんなんどうしようもないんで、もう今後は行きたいと思ったライブは絶対行っておこうと思います。ちょっと遅くなったんですけど、ようやく昼ご飯です。
冷凍ブルーベリーをそのまま食べるとアイスみたいで結構うまいです。てかブルーベリーじゃなくてもフルーツやったら凍らしたらアイスみたいになりますよね。僕やったことないけど。ブルーベリー食べるとね、手がこうやって色つくんですよ。しかもこれ拭いてもね取れないんですよね。口の中もめっちゃ紫になります。晩ご飯作る前にさっきサラダ食べます。今日は冷製パスタ作ります。この前包丁研いだからめっちゃ切れ味いいわ。包丁切れ味悪いとトマトの皮切れないんですよね。もう力入れんでもスーッと切れるわ。ちょっと斜めになっちゃった。この包丁研ぎ器をこの前買ったんですよ。1500円ぐらいやったかな。めっちゃ切れ味良くなる。包丁研ぐのは月1ぐらいでいいと思います。でこのトマトにニンニク入れて、オリーブオイルを大さじ1半で、白だしも大さじ1半、あと胡椒。塩入れた方がいいんかな。パスタ茹でる時に塩入れるからいいか。パスタ茹でる時いつもどのぐらい塩入れたらいいかわからんねんな。ちなみに冷製パスタ作る時は袋に書かれてる茹で時間よりも 1.2 倍長く茹でた方がいいらしいです。パスタって冷えると硬くなるらしいんですよ。で今日のパスタは茹で時間7分なんで8分24秒茹でます。氷水でキンキンに冷やします。大丈夫かこれ、変形せえへんか。いい感じに冷えてます。で水切るか。またこれを混ぜるだけですね。であとは大葉を盛り付けて完成です。はい、完成しました。めっちゃうまそうです。手上げレッタッキョース。めっちゃさっぱりした味ですね。いやニンニクもうちょい入れてもよかったかも。いやちょっと味薄いな。パンチが足りんわ。暑すぎんねんけど、なんでかわからんけど地面濡れてる。雨降ってたんかな。それにしても乾くの遅くないか。葉っぱの上に水溜まってるから雨降ったんやな。夜中に降ったってことか。ここ結構家の近くなんですけど、こんなとこにレンタサイクルあんねや。知らんかった。暑かった。大して歩いてないのに汗だくやし。はい、こちらフリースタイルリブレ購入しました。これは何かっていうと血糖値を測定できる医療機器ですね。いやこれね僕ずっと前から使いたいなとは思ってたんですけど、値段が高くて8000円ぐらい、しかも2週間しか使えへんっていう消耗品なんですよこれ。じゃあ早速開けていきますか。そしたら装着していきたいと思います。注射みたいな感じですね。でこれとこれを合体させると、で持ち上げると、この真ん中のところに針が出てきましたね。これを腕に刺して装着するみたいです。消毒もう一回しよう。どの辺がいいんやろな。ここでいいんかな。せーの。いや全く痛くなかったわ。こんな感じでね装着できました。でアプリ使ってセンサーを起動できるみたいです。あとはスマホと Bluetooth で接続したら1分ごとに血糖値を測ってくれるみたいです。すげえ、数値が今後上がるのか下がるのかもわかんねや。で、iPhone で読み取ると。スマホで読み取って1時間後から測定が始まるみたいです。人によってどの食べ物が体に合うかっていうのは分かんないんで、実際に数値で見て確認してみます。そばとか玄米っていうのは低 GI 値食品って言われてるんですけど、僕多分そばとか玄米でも血糖値スパイクしてるんですよね。それも実際もう数値で見れば分かるんで、だからこの2週間は食べるものは固定せずにいろいろ食べてみたいと思います。このリブレに関してはもう動画の中で喋らんくていいかなと思ったんですけど、やっぱり腕につけてるからふとした時に見えることがあると思うんですよ。その時にこれ何ってなると思うんで、前から喋っておきました。
うめえ。ちょっとわさびもうちょい欲しいな。ざるそばも好きなんですけど、僕はやっぱりあったかいそばの方が好きですね。うどんは僕絶対あったかいやつしか食べないですからね。というのはやっぱりね、僕はだしが好きなんですよ。今日は白米食べようと思うんですけど、2合だけで売ってるんですね。基本的には玄米食べて、たまに白米買うのもありやな。今日はニンニク丸々1個揚げようと思ったんですけど、油かなり使わないといけないんで、アルミホイル焼きにします。これはやばいで。でニンニクの皮を一気に剥く方法があるらしい。まずそこ切って、ちょっとこれ危ないな。買った切れへん。やばい。うわ。でこのニンニクを皿の上に乗せて、こっちのニンニクはサラダに使います。あ、これ切ってないわ。いやもうこっちはいいわ。500ワットで1分やから、600ワットやったら50秒でいいかな。おお、熱っ。あ、ほんまや、皮勝手に剥ける。レンチンしただけでもうやわやわやわ。先にサラダ用のニンニク炒めてます。どんだけニンニク食うねん。はい、米炊けました。先に半分冷凍しとくか。これで 180g ですね。でこのアルミホイルでまず皿を作ります。どうすんのやろ。あ、もう結構いい感じかも。あ、かなりいい感じですね。もうちょい小さくてもいいかも。でここにニンニクでオリーブオイルいきます。こんなもんかな。であと塩、海塩でも岩塩でもどっちでもいいと思うんですけど、岩塩でいきます。塩後でかけてもいいけどな。であと味の素4振りぐらいでいいかな。てかこれ唐辛子入れたらもっとうまいんちゃうん。唐辛子3つぐらい入れてみるか。唐辛子入れておきます。今4分経ったとこですね。ちょっと一旦確認します。うおー、熱っ。ひっくり返すか。やっぱこれいい感じに焦げ目がついてきてますね。ニンニクにはね、もうビール飲むしかないでしょっていうことで買いました。というわけでお疲れっす。じゃあちょっとニンニク早速食べてみます。うわ、うんま。これ最高っすね。唐辛子これ丸々絶対辛いよな。これ食べるもんなんか。唐辛子食べてないのにニンニクめっちゃ辛いわ。これ食べん方がいいやつやな。はあ、うますぎ。ニンニクマジでうまいな。僕もともとニンニクがめっちゃ好きやったわけじゃないんですよ。ただうまいと思った食べ物が大体ニンニク入ってるっていうことに気づいたんですよね。もうということはそれってニンニクがうまいっていうことじゃないですか。だからそっからニンニクがねかなり好きですね。これね、辛いのがよっぽど好きじゃない限り唐辛子入れんでいいと思うわ。唇がめっちゃヒリヒリする。卵かけご飯と味噌汁です。これよこれ。もう7時やのに太陽が雲で隠れてるからめっちゃ暗く感じる。ここの道雑草が伸びすぎててめっちゃ歩きにくかったんですけど、全部刈り取られてるわ。今日マジで静かやな。人が全然おらんわ。帰ってきたんですけど部屋の中もめっちゃ暗いわ。いつもやったら電気つけんくてもめっちゃ明るいのに。昼ご飯は味噌汁とキャベツとポテサラと199円の弁当です。今日寝癖すら直すの忘れてた。今日はオクラの肉巻きを作りたいと思います。
このオクラがちょっと余ってたんで、これは今日買ったやつなんですけど、サイズが全然違いますね。しかもこれ結構傷んでるかもな。なんか黒いし。ちょっとオクラの下処理やっていきます。これでいいんかな。このでかいオクラうまそうやわ。下処理めんどくさいな。でもそんな時間かからんか。じゃああとは巻いて焼くだけですね。螺旋状に巻いていきます。豚肉は結構余りそうやけど、余ったら豚汁でも作るか。やっと巻き終わりました。焼いていきます。全部入らんな。いやギリギリいけるか。端っこの方あんまり焼けてないな。いい感じですね。1個食べてみます。塩コショウだけでうまいです。でこっからタレ作ります。はい、にんにく、酒大さじ2杯、みりん大さじ2杯、醤油大さじ2、白だしを小さじ1/2で、ここにバター 10g、 ここで肉にタレを絡めていきます。うわこれやばいぞ。おっとっと、これはおかしいね。はい、というわけで晩ご飯です。うまそう。というわけでお疲れっす。まさか2日連続飲むとはな。いやほんまに日本に帰ってきてから僕全く酒飲んでなくて、昨日と今日しか飲んでないです。そしたらオクラいってみます。いやこのタレが最高です。いやこれはね、米が食べたくなる味ですね。最高ですね。熱々や。これは効くね。おはようございます。睡眠時間が7時間とか7時間半の日があるんですけど、週に1回ぐらいやったら全然いけるんですよ。やけど3日連続で7時間とか7時間半になると、やっぱね朝起きんのが結構きつくなるんですよね。昼間とかも眠くなることあるし、8時間以上寝てる時は絶対ならへんからな。朝ごはん食べんのめっちゃ久しぶりです。暑すぎ。このルッコラが入っているサラダ1袋50円だったんで3袋ゲットしました。これ定価200円なんですけど、量が少なすぎるんで定価やと全く買おうと思わないんですよね。傷んでるからかちょっと臭いですね。全然美味しくなさそう。とりあえず冷やすか。30分冷やしました。で塩でバルサミコ酢ですね。バルサミコ酢は小さじ1でいいや。オリーブオイルを小さじ2個。バルサミコ酢よりレモンかけた方がうまいわ。でレモンかける場合は胡椒もかけた方がうまい。いやマジで3袋やのに量少なすぎんねんけど。豚汁作りたいと思います。肉多すぎ。少ないよりは多い方がいいんでね。せめてネギ買えばよかったな。野菜が少なすぎるな。十分炒まったんでだし入れていきます。味噌がこれでもちょうどなくなるわ。うめえ。唐揚げ作ります。おやば。揚げる前に形整えたら見た目めっちゃ綺麗や。いやいい色ですね。ちょっと置いて油切ります。晩ご飯です。めっちゃ豪華。うまそう。
豚汁食べたらやっぱ和食最高やなってなりますね。でもあと1ヶ月後ぐらいにはね、北海道の鮭食べれるんでめっちゃ楽しみですね。食べれる期間が2ヶ月ぐらいしかないんで、今年は買いだめして冷凍しようと思ってます。唐揚げにはレモンをかけて、最高っすね。おはようございます。今日からポケモンの世界大会がハワイで開催されてるんで、ちょいちょい見たいと思います。部屋の中にずっとおったら寒い時があるんで、たまにこうやって外の空気を感じてます。昼ご飯です。キャベツと豆腐と昨日作った豚汁です。ずっと動画編集してました。今から晩ご飯食べに行きます。ずっと立ちっぱなしやったからちょっと足痛い。カレーうどん食べます。ここのカレーうどんかなり好きで、この揚げナスと揚げトマトがめっちゃうまいんですよ。トマトの酸味がめっちゃいい感じ。今年の4月か5月に初めて行ったんですけど、これで食べたの多分4回目やと思う。それぐらいうまいっていうことですね。というわけで、あとは歯磨いて風呂入って寝るだけなんで、そろそろ終わりたいと思います。で、僕今までは週7日動画撮ってたんですけど、それを徐々に減らしていきたいなと思ってて、週3日ぐらいに減らしたいなと思ってます。で、今までの動画よりも圧倒的に最高な動画を作れるようになりたくて、でそのためにはやっぱり僕もっといろんなものをめっちゃ吸収する必要があるなと思ってて、でなんでそういう風に考えてるかっていうと、まず一つは毎週のように同じような動画を作り続けるのって面白くないんですよ。もうなんかただのルーティンワークじゃないですか、そんなんで。やっぱこう自分が面白いなと思えるようなものを作りたくて、で2つ目はインプットの時間っていうのがもうめちゃくちゃ重要やなと思ったからです。というのは、スペインから日本に帰ってくる時に飛行機の時間が17時間ぐらいあったんですよ。でその時間ってもちろんネット使えないわけじゃないですか。だから僕はずっと本読んでたんですね。でその時間がもうあまりにも最高やって、もうこういうのやりたいとか、もうどんどんアイデアがね出てくるんですよ。もうその感覚がねめちゃくちゃ良くて、だからもうネットも1秒も使わないっていう日も作りたくて、もう定期的に長時間の飛行機に乗るか、電波が繋がらへんところに行きたいぐらい。大阪から近いところで電波がないところあったらちょっと行きたいんですけど、1日か2日ぐらい。とりあえずもう毎日最高の1日を過ごしたいなと思ってます。そういう感じで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。